皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢について、フランスが砲兵連合を立ち上げてウクライナへの軍事支援を加速させようとしています。そしてプーチン大統領はこれを受けてどのようなことを言っているのか、今回の動画ではウクライナ支援の大きな柱であるアメリカの軍事支援が絶えてしまっている現状の中において、ヨーロッパのそれぞれの国がより自覚を持ってウクライナ支援に乗り出そうとしている姿をご紹介しようと思います。それではフランスの軍事支援のニュースから見ていきましょう。フランス大統領、来月ウクライナを訪問し、安保協定締結する意向を表明。フランスのマクロン大統領は記者会見を行い、ウクライナに巡航ミサイルの供与など、軍事支援を行うことを明らかにした上で、来月、ウクライナを訪問し、2カ国間の安全保障協定を締結したいという考えを示しました。マクロン大統領は、ロシアの軍事侵攻が続くウクライナに対し、スカルプと呼ばれる射程の長い巡航ミサイル、およそ40発のほか、数百発の砲弾などを供与する軍事支援を今後数週間のうちに行うことを明らかにしました。その上で、私自身が2月にウクライナを訪問して合意を発表したいと述べ、来月、ウクライナを訪問し、ウクライナの長期的な安全を確保するための2カ国間の安全保障協定を締結したいという考えを示しました。ウクライナの安全の確保をめぐっては、去年 G7 が共同宣言を発表し、長期的な支援を行う方針を表明していて、イギリスが12日、共同宣言に基づき、各国に先駆けて、ウクライナとの協定に署名しました。ウクライナとの安全保障協定なのですが、イギリス版の方では兵器支援や情報収集、サイバー分野での連携やロシアに対する制裁を定める内容だとイギリスは同協定について説明を行っています。フランスもこれに倣う形でウクライナとの協定を結び、今後も継続してウクライナ支援を行う仕組み作りを整える予定です。そしてフランスのマクロン大統領はこうした軍事支援を行う理由として以下のような話をしています。ロシアに勝てると思わせ続けてはならない。フランスの義務はロシアの勝利を不可能にすること。ロシアの勝利、それはヨーロッパの安全保障の終焉を意味すると述べて、ウクライナ支援の継続の意思を示し、さらに防衛産業に対しては平時の体制から戦時のような体制へと移行することを求めました。このようなマクロン大統領の話については、ウクライナに対する軍事支援の質が変わってきたことを意味しています。それは、これまでは倉庫にあったものを主に引き渡すといった形だったのですが、これからはどんどんとウクライナに供与することを前提とした兵器製造なども進めていこうという話をしています。例えば今回の軍事支援の中身として、巡航ミサイル、スカルプを40発、ウクライナに供与するという話をしていますが、それ以外の部分については、積極的な兵器製造を伴った支援を行うとしています。なお、巡航ミサイルスカルプは、イギリスが供与している巡航ミサイルストームシャドウの姉妹版のようなものです。性能としては同程度だと考えられており、これまでロシア軍を苦しめ続けてきました。例えば、ロシア軍の黒海艦隊の司令部に対する直接攻撃や陸に上がっていた時の潜水艦を破壊したり、港にいた揚陸艦などを撃沈するなどしています。ただ、イギリス、フランスが供与している巡航ミサイルについては、性能及び規制がかけられているとされています。まず第一に射程については本来の性能以下に抑えられていると見られています。また、政治的な約束事として、おそらくはロシア本国攻撃には使わないようにという制約が課せられています。このあたりの制約をさっさと取っ払ってほしいものです。なお、日本のインターネット上では、こうした巡航ミサイルの速度が遅いことなどを元にして、ポンコツだというような人たちがいるわけですが、ウクライナでの戦いの様子を知っている人であれば、巡航ミサイルが有効な兵器であるのは明らかでしょう。艦隊司令部を破壊するにも、潜水艦を撃破するにも、揚陸艦を撃沈するにしても、どの場面においても、ロシア軍の防空網を突き破っての攻撃成功でした。そして巡航ミサイルの供与については、より攻撃範囲が広がるだろうと見られています。これは先日起きたロシア軍の早期警戒機撃墜といったものがより有利な状況を生み出しています。ロシア軍の早期警戒機は周辺400キロから500キロ先までの航空機の動きを終えたわけですが、アゾフ海上空にて撃墜されました。ロシア軍による誤射による撃墜ではないかといった話もあったわけですが、どうやらその説はロシア軍の行動自身が否定しています。というのも、現在のロシア軍の早期警戒機他にもあるので、
で運用が続いているのですが、どうやらアゾフ海までは進出せず、ロシア本国の上空にて早期警戒機が飛んでいるというのです。黄色の部分がこれまでの早期警戒機が見張っていた範囲、それが現在では赤いラインまで後退しているというのです。味方による間違った撃墜というのであれば、わざわざ後ろに下がる理由はありません。運用方法として後退したということは、ウクライナ軍によって撃墜されたということを証明しているのだと見られます。そして、後方に下がったということは、巡航ミサイルの発射ポイントがより前へと出やすくなったことを意味します。巡航ミサイル40発というのは数としては少ないのですが、ロシア軍の艦隊の所属艦を撃沈するという意味においては、これだけの数があれば抑止力としては十分でしょう。海においてはロシア海軍をかなり抑制することができるはずです。そして、新規に兵器を製造してのウクライナ供与というのは、自走砲がそれに当たります。フランスは1年間で自走砲カエサルを78門製造できると発表しました。このうち、ウクライナの買い付け、そしてフランス自身による供与によって18門の自走砲がウクライナに早期に引き渡される予定だとしています。そして、ここから先が砲兵連合の話です。製造能力としては78両作れると言っているフランスなので、60門程度はフランス以外の国々も参加しての資金を積み上げて、これを生産ウクライナに供与したいと呼びかけを行っています。ヨーロッパ各国、それぞれの国に防衛産業が弱い国はありますから、自国で大型兵器を生産していない国の軍事支援をしたいという要望を叶える形で、自走砲の供与へと結びつけたいのでしょう。ただしこれにはもう一つの思惑があって、フランスが砲兵連合の主体となれば、当然のように自走砲カエサルの生産は自国の兵器産業に売り上げをもたらすものであり、同じように自走砲を製造しているドイツやスウェーデン、ポーランドやスロバキアなど他の国々よりも活発に自走砲を製造する道筋を立てたいのでしょう。ちなみに左の方が今回生産するであろう装甲があまり強化されていないバージョン。右下の方が装甲ががっちりと強化されたものです。現在の戦いは一撃離脱に近いような形での砲撃が主体となっています。牽引式の榴弾砲の場合だとどうしても砲撃した後の反撃といったものでやられてしまうことが多くあります。一方で自分で走り回ることができれば何発か撃った後にさっさとその場を離れてしまえば反撃を受けることなく戦闘を継続することができます。ちなみにこちらの映像は先ほどの装甲を強化したバージョンのカエサルの訓練風景です。次に、フランスによる軍事支援はもう一つあります。それは、通常の航空爆弾を精密誘導爆弾へとパワーアップさせるための AASM と呼ばれる空対地爆弾のキットです。こちらの方は、月50発をウクライナに供与できるとしています。これまでロシア軍の方から滑空爆弾を元にしたウクライナ軍陣地への遠距離攻撃が行われてきました。これをウクライナ軍の方ももっと積極的にできるようにフランスが兵器を供与するというわけです。最大射程は70キロ程度あるとは言われていますが、これは高度が高い状態からの発射の場合であって、現在の戦場ではどうやらそこまでの射程距離は望めないだろうとされています。ただ一般的に砲撃よりも航空爆弾の大きいものを使った方がより破壊力は出ますから、フランスの精密誘導爆弾キットの供与はウクライナ軍にとっては朗報でしょう。ここに来てフランスのウクライナ支援かなり本腰を入れてきたという雰囲気なわけですが、プーチン大統領もしくはロシア側の反応はこのようなものでした。ロシア、ウクライナでフランス傭兵部隊攻撃。フランスは否定。ロシア国防省は前日にハルキウ市のフランス傭兵部隊を中核とする外国の武装勢力を標的に攻撃を実施したと発表。外国人戦闘員数十人を殺害、さらに多くを負傷させたと述べたが、証拠は示さなかった。フランス政府は翌日、ロシア軍がウクライナ東部ハルキウ市でフランス傭兵部隊を攻撃したとのロシアの主張を否定した。フランス外務省は、フランスはウクライナでも他の場所でも傭兵部隊を用いていないと述べ、ロシアの主張を拙い情報操作と呼んだ。なぜこのように拙いと表現しているかといえば、フランスには外国人部隊があります。傭兵部隊といった形では運用されていません。ですから、基礎知識はないんじゃないのという意味合いを持って拙いと表現したわけです。そして、
存在しない部隊について攻撃したというのも、ロシアとしては精一杯のフランスに対する皮肉なのかもしれません。ただ、マクロン大統領がプーチン大統領をこのまま放置すれば、ヨーロッパの安全保障問題がより悪化してしまうというようなことを言っていましたが、それにはプーチン大統領の言動も影響しています。プーチン氏がロシア帝国とソ連の外国資産を要求へ政府に調査命令。ロシアのプーチン大統領はかつてのロシア帝国に属していたか、旧ソ連が所有していたロシア資産を見出すよう当局者に指示した。18日遅くに公表された大統領令によると、外国のロシア資産を探し、ロシアの所有権を確実に登記する政府部局に予算を配分する。予算の規模やどのような資産が念頭にあるのか言及はされていない。この大統領令を発するに至った動機も不明だが、プーチン氏は旧帝国の半島に関心を抱いている。ヨーロッパの安全保障を揺るがしている。ロシアのウクライナ侵攻以降、近隣諸国はプーチン氏の野心を懸念しており、それが和らぐことはなさそうだ。ロシア帝国の領土はピーク時に現代のポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト諸国、フィンランドにまで拡大。第一次大戦が続く中、レーニン率いるボリシェビキが1917年に革命を起こし、帝国は消滅した。プーチン大統領の野心としては、ソ連の復活か、もしくはそれよりももっと前、ロシア帝国の復活というものを考えているのではないか、といったことがよく言われますが、それは何も空想の話ではなく、プーチン大統領自身がそのような方向性を目指していることを公言しています。ただ、こういった話はかなりとんでもない話で、昔は我が国の領土だったんだから、今の領土とは関係ない。元の状態に戻れと言ったとしても、どの状態まで戻るかはかなり言い出している本人の好き勝手言える問題であり、そんなものは現代ではさすがに通りません。例えば、モンゴル帝国は今やないわけですが、その後継国家としてモンゴルがありますよということを前提にすれば、じゃあモンゴルが、我が国が一度占領した国はいっぱいあるんだから、それらの領土を我が国に戻せなんていう話をしても、誰もそんな話をまともに取り合わないでしょう。しかし、プーチン大統領はそのようなことを言っているに等しいわけです。ロシア帝国もしくはソ連の持っていた資産は、例えば不動産といえばまさに国土を示すものですし、現在よりももっともっと広大な領土を欲しがっているようにしか見えない言動です。すでに侵略を行っているウクライナに対しても、このような論理展開は行われています。もともとこのような国は存在しているはずがなかった。ソ連という国がウクライナという国を生み出してしまった。このようなことは全くの間違いだったというふうにして、ウクライナの存在そのものを全否定する発言を過去にも行っています。このような発言を繰り返すことによって、プーチン大統領まだまだ戦争する気なんだな。たとえ今の戦いが一旦休止したとしても、別のところで戦争を繰り返すだろうというのが、ヨーロッパ側の反応として徐々に浸透し始めています。そうして危機感を煽られたヨーロッパ側において、軍備を整えなければならないという機運が高まっているのも、もう一つの問題は、アメリカからの支援が現在は途絶えてしまっていることです。例えばこちらは2022年から2023年の夏頃までの各国の支援を表しているものです。アメリカは財政支援、軍事支援ともに圧倒的な1位であり、EU としては財政支援、その他各国において軍事支援がイギリス、ドイツ、ポーランドなどで積極的に行われました。現在では EU は財政支援に加えて軍事支援についても予算立てを行おうとしましたが、ハンガリーの猛烈な抵抗にあって現在は難航中。そして先ほども述べたように、アメリカによるウクライナ支援は頓挫しているところですから、ロシアを止めなければ一番困るヨーロッパ各国がそれぞれの単独での支援を拡大しなければならないという風潮が生まれやすくなっているわけです。というわけで今回の動画はここまで。フランスの軍事支援砲兵連合を立ち上げたことについて解説を行いました。ただ砲兵連合の立ち上げはロシア軍の人海戦術に対する抵抗としてこれから役には立つとは思うのですが、やはりアメリカによる軍事支援と比べると圧倒的に量は足りないでしょう。それだけにより多くの国々がウクライナ支援を強化しなければ、2024年はウクライナにとって非常に苦しい戦いを強いられることとなるでしょう。逆に言えば、各国の支援が増強された中において、アメリカが軍事支援を再開させ、EU の支援予算も成立するようなことがあれば、ウクライナは息を吹き返すことができます。このあたりまだまだ国際情勢は流動的ですから、これからも
ウクライナ情勢のニュースを追っていきましょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメント、また頭の整理に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。